2021年7月16日から31日までの乙女座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。7月16日から31日までの乙女座さんのリーディングを行います。まずこちらにペンタクルの9が出ております。実りを刈り取っているような絵が描かれてますけれども、合わせて肥沃豊穣のカード。数ヶ月前、種をまくっていうのがとても大きなテーマになっていましたけれども、その時まいた種っていうのが豊かな実りをあなたにもたらす。そしてこの実りを刈り取る時、それで今回この実りっていうのは収穫の第一弾だと思います。まだこれから続いていくっていうふうに言われてるんですね。というのも、このペンタクルの9の絵の人の帽子の上に鳥さんが止まってますけれども、こちらに枝に止まった鳥のカードが出ておりまして、ニュースを待っている、もしくは何かお届け物のような形でパッケージが届くのを待っている。それが届くことによって、また新たな収穫につながっていく。それで、このワンドのページというのも、良いお知らせを指すカードでもあるので、この良いお知らせというのは、この第一弾の収穫につながっている場合もあると思います。そして、このお知らせというのは、あなたが思っている以上に早い。何か、思っている以上に早く実っている。それはあなたという土壌がとても豊かな証。この人間の土壌っていうのは、土の土壌と一緒で、常に手入れをしていないとダメになってしまったり、そこから再生していくのにとても時間がかかるんですけれども、今回はこの数ヶ月というとても短い期間で、とても豊かな実りを収穫できているということで、今回受け取る実りによって、精神的にも経済的にも満たされると思うんですけれども、それ以上に自分が今までしてきたことが合っていた、無駄じゃなかったっていうことの自信や喜びの方が大きいと思います。それだけ自分の手入れってものすごく難しいんですが、それがきちんとできていたからこそ、これだけの実りを得ることができている。そしてこの実りは次につながっていく。こちらにシェアというユニコーンのカードも出てますけれども、この時あなたが感じたこともそうですし、この実りを収穫するっていうこの時の出来事、その喜びも含めて誰かとシェアしてくださいって言われています。そのシェアすることが次にもつながっていく。こちらにハンモックのカードも出ておりますので、ちょうど夏休みシーズンに入っていきますが、その休みを利用して、大切な人たちと時間をシェアする。大切な人たちと、あなたが収穫したこの実りをシェアする。その喜びをシェアする。それで、この時臨時収入があった方は、自分へのご褒美で何かを購入するっていうのもおすすめですし、今まであなたを支えてくれた人だったりとか、改めてお礼をしたい人に何かをプレゼントするっていうのもとても良いと思います。そしてこのシェアすることで次につながっていく。
って言われてるんですけれども、それはこのエネルギーをあなたで終わらせないっていうのも重要なんですね。この実りを刈り取って満足しているエネルギーを自分の中だけに閉じ込めない。そしてあなたの実りを誰かとシェアしていくことによって、次の新しいお仕事だったり、次の新しい展開、新しい人間関係につながっていく。そしてそれが次の新しいお知らせを呼ぶ。今回というか、これからおそらくお誕生日シーズンにかけて、今までの努力の成果を刈り取るっていう収穫のシーズンに入ると思うんですけれども、この収穫とお知らせがセットっていう風に今回すごく強く言われてるんですね。ですので、これはそのシーズン中の収穫すべてにつながっていくんだと思います。誰かからお知らせが入って、そのお知らせが収穫に結びついていくとか、それをまた誰かに伝えて、それがまた別の誰かに伝わって、あなたに新しいお知らせという形で届いていく。ですので、これからお誕生日の期間にかけて、人とのネットワーク、それは実際会う人でもあり、SNS などを通じてのみ知っている人かもしれないんですけれども、そういうあらゆるネットワークがあなたのこの収穫にも、そして次の収穫にもつながっている。それはこのあなたの才能を使ってしていることであっても、一人ではできないことに挑戦している方もいると思いますし、もしくは最初から最後まで一人で完結できるようなことでも、それを誰かとシェアすることによって、次の新しさにつながっていく。なので、この時の人間関係っていうのが、それは恋人との関係、夫婦関係、家族との関係、お友達との関係、会社の人との関係、あとは趣味でつながっている人との関係、いろいろな関係を育んでいると思うんですけれども、その関係もすごくよくって、お互いの才能や個性を認め合える関係。なので、あなたのこの豊かな収穫っていうのも、あなた以上に喜んでくれる人もいると思いますし、そしてそういうふうに喜んでくれることが、あなたのより大きな喜びになる。ですので、この時とても良い状態の関係の方とは、よりご縁が深まっていくと思います。特にあなたの実りっていうものをシェアすることによって深まっていく。それで今もし片思いの人がいましたら、この時告白のタイミングだと思います。例えば、このあなたの収穫っていうものをシェアして、その人の反応を見て、それで告白する時が来たってわかると思います。それで、この深まっていく関係、始まっていく関係があるということは、終わっていく関係もある。こちらにソードの語が出ておりまして、オジブワ族の言葉が書かれてるんですけれども、時々私は自分を憐れむが、いつも空を横切る偉大な風に運ばれているという意味なんですが、偉大な風に運ばれていった結果がこの実りの収穫。深めるべき関係を深めていく。始まるべき関係が始まっていく。そして終わるべき関係が終わっていく。あなたの変化に合わせて終わっていく。例えば、この時、お仕事が終わる人もいると思うんですね。それまでいやいや続けていたお仕事が終わって、あなたを活かせるお仕事が始まっていく。もしくは、例えばお仕事とか、あとご近所付き合いとかでも、その環境の平和を保つために、いやいや付き合っていたような人がいましたら、その関係が終わる。今回受け取る実りによって、お仕事が変わったりとか、住む場所が変わっていったりとか、あと趣味が変わっていったりとか、そういうあなたの変化によって、この時々自分を憐れむような虚しい関係っていうものが終わっていく。これは数ヶ月前に蒔いた種の量と種類によるとは思うんですけれども、これだけ言われているっていうことは、相当な量の種をまいた人がいると思いますので、ということは、これからの収穫の時期がものすごく忙しくなる。ですので、このハンモックのカードが指すように、
じっくりと心と体を休ませて、これから始まる大豊作、大収穫の時に備えていただきたいなと思いました。それでは4月16日から31日までの乙女座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。